皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回団蔵チャンネルでご紹介するのはファーストエイドのギア、自分の持っているファーストエイドの装備ですね、それの点検方々今広げてみました。一つ一つの使用法はね、また別個に動画を作ってね放送したいと思いますが、どんなものを持ってるのかななんてね、今回はそんなご紹介です。そしてあなたのファーストエイドギアの揃える一つのアドバイスになれれば良いかなと思ってこの動画を作成しました。まずファーストエイド、いわゆる外傷救護、それの初動に必要な技術や道具ですね。それを駆使してまず最初に応急処置をするということです。で、救急救命というのは考え方からして日本では JP テックなんてありましてね、あるいは医療従事者と救急救命士がプロフェッショナルな技術として救急救命を行うと、それの前の段階でセルフレスキューですね。自分でどういった初動の処置ができるのかなと、そこに焦点を当てているわけです。早い話、怪我をしたら血が出る、それを止血する、あるいはショックが起こらないようにするとか、保温するとか、さまざまなことで医療体制まで持っていくと。ここにあるのはほぼ包帯です。はい、こんなに包帯持ってるんですよ。どういうものかと言いますと、コンバットバンテージですね。6インチの伸縮ガーゼになります。それとさまざまな、ガーゼ、日の丸みたいでしょ。これは、ノースアメリカンレスキューというアメリカの救命道具の会社、これもノースアメリカンレスキュー、さまざまなコンプレッションされた、滅菌されたガーゼ、圧縮ガーゼ、これは珍しい20メートルでこれだけです。キルギス包帯と言いましてね、圧縮包帯です。20メートルですよ、これで。これはサムスプリメント。どういうものかと言いますと、こういうアルミの板に、パッドが貼り付けてある。これでさまざまな形でね、ギブス固定具に、加工して使います。で、メイドイン USA アイシールドテクノロジー。このアイシールドはいいんですよ。どういうことかと言いますと、アルミにパッドがついてるんです。そしてこの目の形に合わせて形を変えてぴったりとつけられる。これが採用される前、米軍ではポリカーボネートのね、カップみたいなのがあったんですよ。でそれが、アジア人みたいな平たい顔、眼下、あるいはちょっとその欧米の彫りの深い人とか、その顔のフェイスの形に合わせづらいんですね。自衛隊でもそういったものを使ってますが、使えないんですよ。こっちのがいい。アルミなので形を変えられる。そして目にガラスや木、あるいは手榴弾のかけらみたいなものがね、ついた時にそれを現地で外すっていうこともできない。やはり
医療機関まで行くために保護しておいた方がいい。その時にその突起物、刺さったものの形にカットしてね、合わせる。このアイシールドだけでもその一つ動画作りますね。いいでしょう。そして私のファーストエイドは、IFAC という米軍のファーストエイドギア、これを一番使ってますかね。今は IFAC2 と言いましてまた進化してます。2世代前のものになります。どういうものかというと、パッケージ、止血バンド、ターニケットですね。それと、はい、コードでファーストエイドのパックについたギアですね。こういう内容で入っています。何が入っているのか、ガーゼ、ゲイビーエアウェイ、鼻から入れて気道を確保するものです。それと6インチのコンバットバンテージとテーピングで、アイシールドに手袋ですね。結構この手袋は必要です。アウトドアでね、不衛生な手で処置できないですもんね。あるいは手を洗浄するきれいな水が手に入るかどうでしょうか。IFAC、これはベルトにつけて体につけておくと。この今は IFAC2 なんですが、この第2世代のはこういう、形に変わっています。これも米軍の IFAC ですね。これ、ターニケットが別立ての袋になって分離されているのが特徴。これをさっとこう取り出してね、ターニケットが出せます。これはセットです。で、どういうことかと言いますと、これは、後ろにつけます。はい、このように、あるいは両側からどちらからでも出せるんですね。ね、こっちからかも出せる。基本的な内容は変わってないです。ただアイシールド用の、ポケットがついてたりとかね、この内装のパッケージが工夫されてます。で、この当時のアイシールドはアルミに変わったんですが、ね、見てください。こちらのアルミに縁取りにガーゼをこうつけたままの状態。ね。これもポリカーボネート製ではなくてアルミの板に変わったんですが、こっちの方がいいですね。ね。これは一つしか入ってないんですが、二つ持つべきですね。ですから多少こう、自分なりに改変するとよろしいかと思います。こちらの IFAC は今現行より一つ前の世代なのかな。はい、これでワンセット19,250円。なかなか今米軍の放出品がないもんですからね、希少性が高い、戦時中ですからね、こういった、ものは一番需要が高いんですね。と手袋ですね。これは、いくつも持っています。はい、はい、ゴム手袋 IFAC ね、IFAC 米軍のファーストエイドセット。
それとは別に私こういったパックも作っています。これは主に、ガーゼを入れてますね。はい。アイシールドとダクトテープ、はい、に伸縮包帯ですね。これは普通の薬局で売られているもの、はい、これは軍用かな。はい、これはタクティカルメディックソリューションズの伸縮包帯です。包帯を一つのパッケージにしています。ハイキングやアウトドアでの応急処置としてね、包帯が一つあるかないかではだいぶ違いますから、はい、ファーストエイドに伸縮バンテージ、これは IFAC まで持ってかなくてもいいやっていうような小型のファーストエイドパッケージを作っています。何を持っていっているのか、はい、これはバイオメッドウォッシュ、水ですね。大小あります。これはどういうことかというと、水が噴き出して洗浄できるんです。これは鏡ですね。こちら側は金メッキをしているので除菌できるんですこう金メッキの部分をこう触っているだけで、除菌ができる。そしてね、飛行機やヘリコプターに対してミラーで光で、シグナルを送る。手のひらをかざすとここの面に映るところは高さの仰角15度までが見える。にアイシールド、これはダクトテープで加工してます。塞ぐ方と一点だけ目に見える穴を開けてるのがポイントですからね。ここです、ここですよ、ね、この穴だけで見えるんですよ、ね、行動してなんで見えちゃいますかね、こうものを突、はいね、はいね、鏡だってこの通りで包帯で巻いて固定すると伸縮包帯、ダクトテープ、バンテージですね。リップクリームまで入ってます。これもメッキンガーゼパッケージです。これは火起こしのレンズですね。結構入ってるんですね。でこれはピル、鎮痛剤なんかを入れておきますね。はい、でここにもう一つパッケージがありますね。このように用途に合わせたパッケージをいくつか用意しておいて、何を使いたいのかなっていった時にこうピックアップして持っていく。この中にはこれは人に処置をする用のどういうものかと言いますと、手袋、マウストゥマウスファーストエイドキットね、わかりますでしょ。こういうのそれぞれビニールのパッケージに入れてガーゼも入れてあります。これは人に処置をする時の、ガードですね。でマスクに関しては、これは N95、はい、サージカルマスクと言います。医療従事者が主に使う。ちょっとこのマスク自体で激しい行動をするとね息苦しいんですけれども、ウイルスは 95% 以上なのかな、はい、感染を防ぎます。
普通のガーゼでは全く感染症は防げない、飛沫を飛ばしてないんですよというアピール、全く意味がないし、むしろ、状態でマスクをつけることによって脱水症状なんかあったりするから気をつけてください。意味のないマスクはしない。これはマスクなんですが、これはいいですね。ブレスの弁がついています。どうです？これはこの弁によって呼吸は大変しやすいですね、はい、口も圧迫されない。マスク、マスクした時には、アイシールドも必要。これはガスケットというね、自動小銃を撃った時の排気をする時の火薬のガス、そういうものから目を守りますね。でしかもこれは調光です。暗いところではクリア、明るいところでは真っ黒なんですが、視界には全く影響がない。あと面白いのはバーンドレッシング。これはやけどをした時のガーゼです。やけどをしたところに全身を覆って、医療機関に行く、はい、焼けただれた皮膚がこうくっつかないんですね、バーンドレッシング。さまざまな三角巾ですね、はい、手袋も含めたいろいろなパッドのガーゼなんかもあります。これは市販のものですね。これも組み合わせて使いに持ってきます、はい、そして経口補水液ね、これも装備したりする場合もあります。またこの経口補水液、コンバットバンテージ、アイシールド、サムスプリメント、それぞれ使い方も特徴がありますからご紹介したいと思いますね。もうコンバットバンテージいくつあるんだろう、30個以上ありますからね。全部6インチ。使用期限切れ、これは練習用に開封しちゃいますかね、はい、と、使用期限内のはこちらにあると、体温計、血圧を測る器具ですね、これも持っています。で当然、水も備蓄はしてますね、食料の備蓄もしています。いかがだったでしょうかね。ファーストエイドのギア、メインは止血ですね、はい、と骨折の固定、目の保護、セルフレスキューのギアです。ファーストエイド、それはあなたやあなたの仲間を守る初動の技術でございます、はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。このファーストエイドはギアの紹介など含めた、動画もね作成してご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。グッ